全国のアドベンチャーゲーム好きの皆さん、そしてガラケー世代の皆さん、お待たせしました。銀杏と申します。今回も、DS のゲームを始めていきますよ。探偵木生川良介事件譚仮面幻影殺人事件というゲームを始めていきます。仮面幻想殺人事件っていうゲームもあるんですけども、一見なんか移植版かなんかかなっていう感じなんですけども、仮面幻想と幻影というゲームはね、内容が異なるものですので、まあ別のゲームっていうことでね。で、この仮面幻影殺人事件に関してはね、スイッチの方で今、ダウンロード版が出ているんですけども、あえて DS 版を私は上げてみようということでね。では早速始めていこうかな。なんか画面のレイアウトがね、いつもとは違うんですけども、左下が上画面なんですね。で、さっきのオープニングの画面、今右上に映っているものが下の画面となってます。ごめんね、これ切り替えてるの、画面が切り替わっちゃうからさ。なんで下画面を右上にしたかっていうと、このゲームね、下画面の方がメインなんだよね。上画面、今左下に映ってる上画面の方は補足の画面っていうことでね、まあメモ帳みたいな感じ、見るだけみたいな画面になってるので、もしかしたらこの先、ちょっとこの画面の構成ね、変える可能性もあるけども、なんかいろいろ進めてみて、こっちの方が見やすいかなと思って、ちょっと慣れないんだけどね。まあ、この画面のまま始めていきましょう。では、初めから。この物語はフィクションです。はい。皆さん、こんにちは。ゲームシナリオライターの生見正夫です。さて、今回お送りします物語は、2003年の4月に遭遇した複雑怪奇な殺人事件です。現実、幻想、現在、過去。簡単に手が届く世界。目の前にあるのに見えない世界。そして、もう二度と取り返しのつかない世界。そんな、あらゆる世界のあらゆるものが、多くの人の心を揺さぶり動かし、この事件は起こりました。物語はまず、とある一件の奇妙な通り魔事件から幕を開けます。通り魔事件ですか？そうなんです。1ヶ月ほど前の3月14日に起こったんですが、これがまたどうにも不可解な事件なんですよ。不可解？ええ、それというのもですね、犯人がいないんですよ。いない？そうです。いないんです。犯人が。そんなまさか、わからないとかじゃなくて、被害者の方が言うには、犯人の影も形もなかったそうなんです。事件の起こった現場は深夜の港公園です。周囲が広く見渡せる場所で、近くに隠れる場所はありません。被害者がそこを歩いていたら、背後から突然、刃物で右腕を強く叩くように切りつけられたそうです。背後から右腕をですか？となると、犯人は右利きの可能性が高い。犯人は左利きの可能性が高い。後ろから右腕を切りつけられているので、犯人は右利きの可能性が高い。これを選択します。犯人は右利きである可能性が高いですね。え、ああ、なるほど。背後から右腕を切りつけたなら、刃物を持つ手も右ですよね。
まあ、それはいいです。それで、その後、被害者はどうしたんですか？その際、被害者はすぐに周囲を見渡したそうなのですが、そこには誰の姿もなかったそうです。まさか、逃走する犯人の姿も何もなかったって言うんですか？はい、被害者はそのように証言しているそうです。それから被害者は気を失ったみたいですね。ですから、その時のことははっきり覚えてないんだそうです。その後、悲鳴を聞いた公園の管理員がやってきて、倒れている被害者を見て、慌てて119番通報したそうです。その時の傷はかなり深く、全治1ヶ月もの大怪我でした。それから傷の深さや形状から推定される凶器は、刃渡り10センチ以上の大きな刃物だと思われます。なるほど。その管理員も犯人らしき人物は見ていないんですか？そうですね。一っ子一人見てないと証言してます。それに悲鳴を聞いてから現場まで30秒ほどで着いたらしくて、逃げるだけの時間はなかったということです。ふむ、となると考えられるのは、公園の管理員が怪しい、被害者本人が怪しい、遠くから撃って攻撃した、選択しよう。周りに誰もいなかったら本人じゃない？被害者本人が怪しい。被害者が自分自身で傷をつけたということはないですか？はい。傷の深さや角度などからその点も検討しましたが、右利きの被害者があの深い傷を右腕に負わすのは不可能です。そもそもその場に凶器はありませんでしたし、第三者の手によってつけられた傷に間違いないってことですか？そういうことです。ふむ、なるほど。となると、公園の管理員が怪しい。遠くから撃って攻撃した。潰していく感じかな、これ。じゃあ遠くから撃ってみよう。遠くから何かを撃ったとか、投げたとか、そんなことは？うーん。そうなると、凶器となったものが近くに落ちてるはずですよね。何もありませんでした？凶器になりそうなものは落ちてませんでしたね。そうですか。じゃあ、あと考えられるのは、公園の管理員が怪しい。やはりその、最初に駆けつけた公園管理員が怪しいですよね。はい。第一発見者を疑うのは捜査の基本ですからね。もちろん、管理員の素性は全て洗いましたよ。じゃあ、違ったんですね。完全に白でした。管理員は犯人じゃありません。そもそも動機も凶器も何も見つかりませんでしたし。ふーむ。今話に出ましたけど、凶器はまだ見つかってないんですね。投げ捨てた可能性もあるので、周辺をくまなく探しましたが、凶器に当てはまりそうな刃物は見つかりませんでしたし、もちろん
被害者や管理員も所持していませんでした。ということは、凶器は犯人が持ち去った？目下のところ、その可能性が強いと見て捜査しています。うーん、事件当時の様子をもう少し詳しく聞かせてもらえますか？はい、もちろんいいですよ。何が聞きたいですか？被害者について、公園管理員の行動。被害者について聞こう。被害者はどんな方なんですか？ですね。名前は久我俊之。無職の20歳です。久我俊之。丸浜市刈川町のマンションで一人暮らしをしています。刈川町って港公園からずいぶん離れてますよね。どうしてまた深夜にそんなところにいたんでしょうか。本人が言うには、眠れなくて自転車で走ってたら港公園まで来てしまったので、少し散歩していたということですけど、その時の所持品は財布とノートパソコンの入ったカバンを持っていました。襲われた際に落としたそうですが、中身は無事だったそうです。財布も無事でした。強盗狙いではなさそうですね。なるほど。ひとまずおかしいところはなさそうですね。他にも何か聞きたいことはありますか？公園管理員の行動。公園管理員の行動を詳しく確認したいのですが、それはですね、まず、悲鳴が聞こえたのが3時30分頃だそうです。その時、管理員は園内の見回りをしていたそうですが、この日は特に怪しい人物などは見ていないそうです。まあ、普通に通行している人は数人見かけたそうですが、その程度のことは毎日のことなので特に気にしてないそうです。それで、悲鳴を聞いてすぐ被害者のところへ。現場から近かったようですね。駆けつけると、被害者が倒れてうめいていたそうです。うめいていた？悲鳴を上げるくらいですからね。相当痛かったんでしょうね。管理員は慌てて事務所に戻り、救急車を呼んだそうです。あれ？どうかしました？あ、いえ、なんでもないです。まあ、そんな感じですね。なるほど。そうなると、考えられるのは一つですね。何かわかりましたか？おそらく、こういうことじゃないでしょうか。ああ、そうか。なるほど。わかりました。早速、その線で調べてみます。さて、人は心にいくつの顔を持っているのでしょうか。時には聖母のように、時には般若のように、気分のせいだと言い切るには、あまりにも極端で、まるで仮面を付け替えるように
コロコロと面立ちを変える心の様相。その素顔は、果たしてどんな要望をしているのか。そして、居並ぶ多くの顔をどんな表情で見つめているのか。なくした原因に抱かれ、人は仮面をかぶる。第一章、仮面の世界。2003年4月19日土曜日、京県舞浜市舞浜台。日差しも暖かくなって過ごしやすくなってきた季節。もう花も散ってしまった桜の木々を横目に、私はここ、木生川探偵事務所へとやってきていた。はーい。あら、いくるみさんじゃないですか。どうぞどうぞ。あ、少し散らかってますけど、適当にくつろいでください。飲み物は紅茶でいいですか？いいですよね。いや、お構いなく。あら、そうですか？じゃあ、構いませんね。ごめんなさい。紅茶飲みたいです。彼女の名前は詐欺島イズナ。木生川探偵事務所の助手だ。こう見えて気の抜けない人物で、油断してると痛い目を見る。探偵としての能力も優れていて、並大抵の事件なら彼女一人でも十分に解決できるだろう。人物リストに詐欺師舞綱が追加されました。出てきたね。まあ、おのおの読んでください。私は読まない。それにしても、なんだか久しぶりですね。回廊館での事件以来ですから、2ヶ月ぶりくらいですか。回廊館で別のシリーズで上がってるゲームで、スイッチで今ダウンロードができますという宣伝。ああ、そうか。あれからもうそんなに経つのか。いやー、思えばあの時は。ま、そんなことはどうでもいいですね。で、今日はどうしたんですか？以降は調べたいところをタッチして物語を進めてください。
人物の顔をタッチするとその人と話すことができます。また、コマンドでは枠のソードをタッチするとキャンセルします。じゃあ顔面をタッチしよう。事務所のことを聞こう。最近事務所はどうだい？依頼とか仕事の方は。まあぼちぼちってところでしょうか。そんなに心配されるほど惨めなありさまじゃないですよ。いや、別にそういうつもりじゃ。もうちょっと話していこう。事務所のこと。あ、そうだ、そういえば。なんだい？いくるみさん、私たちをモデルにしたゲーム出してますよね。そうだけど、許可は取ってるはずだぞ。最近このマンションの周りで不審な人を見かけるんですが、こっそり探ってみたら、どうやらゲームを遊んだ人が、ここの事務所を探してうろついてたんですよ。おー、すごいじゃないか。人気者、人気者。もう、何言ってるんですか。探偵が事務所を探られるなんて恥ですよ、恥。悔しかったから、その人たちの住所、氏名、年齢、職業とか全部探り出しちゃおうかと思っちゃいましたよ。うわー、それは怖い。探偵を怒らせると怖い。まあ、さすがにそこまでは勘弁しましたけどね。でもどうせ来るなら仕事の一つや二つくらい用意してから来いってゲームで言っといてください。やっぱり仕事ないんじゃないか。操作メモ A の2ページ目が追加されました。これは読もうか。探偵事務所の情報。私のゲームに触発されたイズナファンが実在する木生川探偵事務所を割り出し見物に来ていたらしい。イズナは痛くご立腹の様子。どんどん話していこう。イズナのこと。イズナくんは今何か忙しかったりするのかな？そうですね。さっきまでお隣刑事が来てたので事件の相談に乗ってましたが、まあそれくらいでしょうか今は。あ、お隣さん来てたんだ。今はですよ。わかったから。でもなあ、彼もなんだかやたら伊豆名くんを頼ってるようだけど、現役刑事としてその姿勢はちょっとどうなんだろうか。私は警察とつながりができるのは大歓迎なんですけどね。いいのかな。話す。今度は木生川のこと聞こう。木生川はいるのかい？先生なら隣の部屋でお休み中ですよ。無理に起こすと暴走しますけど、いくるみさん、呼んでみます？むむむ。暴走しちゃうからまだ呼ばない。話す。もう一回木生川のこと。で、木生川は最近どう？仕事はちゃんとやってる？まあ、いつも通りといえば、いつも通りですね。突然いなくなったかと思えば、なぜか九州に行ってたり、最近もまた私に隠れて何かをやっているようですけど、そりゃまた相変わらずの暴走っぷりだな。操作メモ A の4ページ目が追加されました。
木生川の動きについて。木生川は現在何やら独自に調査をしているらしい。また裏で何か大きな事件でも動き出しているのだろうか。話す。お隣の相談事。お隣さんからの相談ってどんな事件だったの？あまりふらすわけにもいかないんで秘密です。そう何でもかんでもゲームのネタにはさせませんよ。いやー、別にそういうつもりじゃ。その他のこと。あ、そういえばいくるみさん。私のあげた操作メモちゃんと使ってますか？え、あ、ああ。ちゃんといつでも見れるように持ち歩いてるから大丈夫。超大丈夫。メモの使い方や操作方法分かってますか？念のため教えてほしいかも。使い方もバッチリ。完璧だ。チュートリアルかな？聞いてみようか。念のため教えてほしいかも。まあ、だいたい分かってるけど、念のため聞いておこうかな。本当ですか？まあ、使わないのも勝手ですけど、一応覚えておいてくださいね。はい。いいですか？今も上の方にメモが見えてますよね。まあ私たちから見ると左下の画面が上の画面ね。これはいつでもどこでもページを切り替えて情報を確認することができる便利なメモなんですよ。ふむふむ。操作方法もしっかり覚えておいてくださいね。まず L ボタンを押しながら十字ボタンの左右でページを切り替えることができます。左手で全部やらせようとしてる？ページ数は右上に出ますので、そこを参照してくださいね。なるほど。同じく L ボタンを押しながら十字ボタンの上下でメモのタブが切り替わります。ちょっと試してみてください。大丈夫ですか？なんとか L ボタンを押しながら上下。まだ最初だから全然ないけど、左右。こういう感じね。はい。でも実は L ボタンの代わりに R ボタンも使えますし、十字ボタンの代わりに ABXY のボタンでも操作できるんですよ。じゃあ片手でやんなくてもじゃない。右手でページをめくりたい時など役立ててくださいね。なるほど。いろいろな持ち方に対応しているわけだな。でもってメモの方ですけど、A から D の4つのタブはそれぞれカテゴリー分けがされていて、関連している情報は同じタブに記入されます。どう分けられるかは使いながら覚えていってくださいね。情報を集めればメモは自然と埋まっていくと思いますから、追加された時はしっかり確認しておくといいですよ。なるほど。こりゃ確かに便利なメモだな。さて、これで操作メモの使い方はちゃんと理解できましたか？バッチリ理解した。もう一度説明してほしい。もういいよね。バッチリ理解した。もうバッチリだ。完璧。完璧すぎる。それじゃあ、メモをうまく活かして立派な探偵になってくださいね。いや、だから僕は別に探偵じゃなくて、期待してますよ。
はい。操作メモ A の32ページ目が追加されました。操作メモについて、このメモは L だけではなく R も使えるし、十字ボタンのほか AB、XY ボタンでも可能。持ち方に応じて使い分けられるようになっている。